どうもこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は私もよくついている。はい、今週の新機体はジョニー・ライデンの機関からシャア専用ディジェが登場。グフビッシュドナ重機とか、高機動型ゲルググリューマライトニング機とかはいるのに、実は初登場のシャア専用機。シャア専用ディジェはディジェにスツルムディアスのバインダー。キラ動画のシールド、リック・ディアスの腕部をガッチャンコした機体。特に3倍の速度で当たるなどということはなく、むしろ2倍の速度で溶けていくトークン。それにしても初めてのシャア専用機、一体どんな性能なんでしょうか。かっちょ全部済みスコスコのスコ。650、現時点最高コストの強襲機でした。機体 JX。武装は専用ビームライフル、専用ビームナギナタ、バルカン、ビームピストル、取り持ちランチャー、ビームカノンにシュツルムファウストいっぱい。専用ビームライフル、ランダン式のビームライフルで回転が速く、2発でよろけを取ることができ、フルチャージはなんと強よろけな上、チャージ時間も爆速。強すぎフルチャージですが、ランダンがいくらあろうとフルチャージを打つとリロードに入る欠点あり、ビームナギナタ、通常のナギナタと違い N 格闘、下格闘がマラクの軌道を書かないので扱いやすい。60ムバルカン、全弾漏れなく当ててようやくよろけが取れる。とはいえ今季唯一のスラスター射撃できる兵装なので必要。ビームピストル、まあまあな火力と案外長い射程で何かと便利な武装。これ一本ではよろけは取れない。即よろけの取り持ちランチャー。静止射撃で即よろけのあるビームキャノン、2発速射でオーバーヒート。射程も500と長い。シュツルムファウスト、2発を2連射、計4発を放つ鬼火力射撃。マガジンは8発あるので、クールタイムの後もう一度4発ぶっ破することが可能。汎用機にこの火力、マジで強い。カウンターは強カウンター、ごちゃごちゃしてて何がなんだか。それでは実戦の方行ってみましょう。発進お願いします。作戦スタートです。コスト650戦廃墟都市ベーシックやっていきましょう。シャア専用ディジェはシャアの名に恥じない230というスラスタースピード。ジオの235に次ぐスピードスターとなっておりますね。ちなみに100式は205。スラスタースピードとバルカンの話が出るたびに引っ張り出される100式くん元気出して、初動は中継踏んでくれてる味方をカバーしました。ここの初動、右側の3人全員が踏まないしカバーしないしとつるでもないという行動をとった時、大体負ける気がします。懐に潜り込み強よろけを付与してやりましょう。ジオだろうがなんだろうが当てれば勝ち。でさあ、アーマーが損傷することによりバイオセンサーがこのタイミングで発動。強よろけを無効化されました。まだ終わらんよ。シャア専用ディジェはアーマー値が2万1500ということに加え、直部、バインダー、シールドにダメージをカットする特殊干渉剤がついており、カッチカチなのです。強い魔敵とぶっ破したんですが、あれだけで削り切れるとは思いませんでした。アーマーが 25% を切ることで本気の簡易バイオセンサーが発動。攻撃力、防御力、機動力が上昇し、緊急回避を本来は持っていないんですが、緊急回避レベルにも付与されますね。今回のカスタムパーツはリロードが速くなるクイックローダーをガン積み。本気の強武器、ビームライフルとシュツルムファウスとこの2つに効果がかかり、ビームライフルは 4.8 秒、シュツルムファウストは 6.7 秒の短縮。バトーペやってるなら 4.8 秒と 6.7 秒がいかに長い時間かわかるんじゃないでしょうか。このカスタムパーツなのでフルチャージの強よろけ。シュツルムファウストをバンバン回しても全然武装が回りますが、クイックローダー積まないなら、ビームキャノンなんかももっと使わないと回らないんじゃないでしょうか。強よろけはジオのダッシュ中速よろけを緩和するマニューバーアーマーや、ドーベンウルフもよろけさせれるので、支援機を護衛する汎用機を寝かせる手段としても非常に有用。先ほどのようにシュツルムは追撃だけでなく、バズーカ的運用でもバンバン使えますね。
高機動なスラスタースピード、さらにスラスター容量も80と大容量ですが、歩行速度が120とかなり遅め。ヒットボックスも大きく、とことこ歩いている時はこの機体めっちゃ弱いと思うので、スラスターで常に有利なポジションを取り、強よろけから高機動と高火力で一気に叩きのめす機体なんじゃないでしょうか。この機体使ってるとスラスタースピードの重要さを痛感しますね。スラスタースピードが遅いと、使用するスラスターも多く必要だし逃げれないし届かないしカットされやすい。強よろけ付与からはヤバそうならシュプルム打つだけでも大ダメージ。本機は防御補正が均等型、攻撃補正も均等型。とはいえ、格闘火力はそんなでもなく、明らかに射撃が強いので、攻撃補正をパーツで強化するなら射撃の方がいいんじゃないでしょうか。本機の胸武装シュプルムファウストなんですが、スペック上でも強いのがわかりますが、現環境では対ビーム防御パーツをつけるのが流行っているため、実弾のシュプルムファウストは、存分にその性能を発揮、逆にビームキャノンは思ったより火力出ませんね。スキルは空中ダッシュができる空中制御プログラムや、スラスターの吹き返しが行える強制噴射、足を酷使しても生きにくくなる脚部ショックアブソーバーや機体爆発に耐える耐爆飛行、ダッシュ中の即よろけ感は、マニューバーアーマーがレベル2。さらに、蓄積よろけを取られづらくなるダメージコントロールも保有しているため、快適に高機動戦闘するためのスキルは大体保有しており、気分はまさに赤い彗星。ちなみにこの機体小柄に見えるかもしれませんが、カメラが引いてるだけ。ディジェと同じカメラ位置なら左ほとんど見えないぐらいでかいと思うので安心してください。今回はカスタムパーツの関係上フルチャージショットを使いまくってますが、ノンチャージショットも全然強いので、乗り手やカスタムパーツに合わせていろんな戦い方ができる機体なんじゃないでしょうか。なんだか敵がガン待ちしてますね。同じような場所で同じようなことが最近あった気がする。やれやれしょうがないですね。戦いの火蓋はこのハマーンやスコが切る。ちなみに機体は元彼の機体です。遅い。あまりのスピードにジオが反応できてませんでしたね。牛柄のジオ、以前スイッチアで牛柄のビキニが流行ってたせいで、なんだかエッチに見えますね。ふくよかなモビルスーツは好きですか？両よろけなぎなたシュプルムなぎなたで汎用機にも大ダメージ、覚醒させやすくかつ高火力。窮地を一瞬で離脱する脚力とよろけないスキルの数々。これが僕たちが求めてた強襲機の足。ビームピストルは汎用機のリックディアスのは強く感じたんですが、本機のはそんなに強く感じませんね。時代と高コストなせいでしょうか。支援機のゼータプラス C1 をやりたいですが、キュベレイがべったり張り付いてますね。こんな時こそこれ、通りスリッターミサイル。通りスリッターを射出することで敵のヘイトを分散する兵装ですね。欠点としてクールタイムが長いことと、勝手に動くことですね。ほらどうするよ中判定。勝ち確です。シュプルムが高火力すぎて一瞬で支援機をやれたので、即座にキュベレイを攻めることができましたね。キルスピードは強襲機にとって特に重要。スラスターがあんまりないですね。こういう時も、通りスリッターミサイル。バカな、通りスリッターミサイルをかわしただとこの牛柄の俗物が、さらにここから水中に餅を放つお雑煮コンボ。投げ型の下格闘、くるくる回転しないですね。くるくる回転してる時ははよフランカイと思ってましたが、ないならないで寂しい気もする。とどめはいただくぜ。このハマーンやすこが今のは渋滞ゼロで私が悪かったですね。この機体なんですけど、シールドがシールドではなく、特殊干渉剤なのが良かったですね。というのも、シールドは破壊された時によろけるので、そのせいで散っていった強襲機は、星の数ほどいるんじゃないでしょうか。特にグッカスタムがよくそれで止まってるイメージ。支援機をロックオン、近づかずとも火力を放つ、シャア専用ディジェの力を思い知れ。シュプルム2発外したのにこの火力、とんでもねえや。ここだ、まだまだなぎなた。そしてシュプルムファウスト一瞬の火力出しから彗星のごとく離脱。そんなもんじゃ止まらねえぜ。そしてクイックローダーが可能にした高速装填。強よろけステンバイ。マニューバーアーマーであろうと。まずい、お前のキルは俺のもの俺のキルは俺のもの。私の貪欲さが勝ったようだな。持ち投げウイニングショットが放物線を描いて、終了。
はい、シャア専用ディジェでした。射撃で火力が出せるので、近づくのが困難な高コスト帯でも支援機を刺しやすいんじゃないでしょうか。とはいえ火力発揮射程がそんなにないので、ある程度は前に出る強襲プレイングは変わらず必要かなと思いました。今回のイラスト剥離師が描いてくださりました。踏まれたくなるようなかっこいいイラストをありがとうございます。それでは今回はこの辺で